皆さんこんにちは、リムです。2年ぶりの投稿になってしまいました。今回の動画はソウルへの2泊3日の旅です。ぜひ最後までご覧ください。約2年ぶり5回目の韓国です。お目当ての美容施術とグルメ、ショッピングを楽しみます。成田発のエアジャパン、搭乗口がターミナル1の58番 B で一番端です。往復の飛行機はエアジャパン公式サイトで、ホテルの予約はアゴダとトリップドットコムを使って個人手配しました。定刻から2、30分遅れで搭乗開始。座席はゆったりめでヘッドレスト、充電口も完備しててとても使いやすかったです。成田空港からインチョン空港までは約2時間半のフライトで、寝てたらあっという間でした。今回初めて空港からホテルの荷物送迎を利用したんですが、すごく便利だったのでおすすめです。ソウル駅に着いたら直結しているロッテアウトレットに入っているセトウに来ました。ハッピーサタデーという、いいですね。お目当ての気候動向カード、無事ゲットできました。入手方法は概要欄にまとめているのでご覧ください。一旦ホテルにチェックインしてまた街に繰り出します。バスでの移動は街並みが見えてなんだかワクワクしました。この旅で絶対に食べたかったとあるものを食べに来ました。お店がビルの地下なのでちょびっとだけ入りづらいかもです。お目当てはカンジャンケジャンです。
一人用のメニューもあるということで、こちらのお店を訪れました。おかずがテーブルいっぱいに並ぶのいいですよね。見てください、このビジュアル。このおかずがめちゃくちゃ美味しかったんですけど、わかる方いますか？カニを食べるときは真剣勝負です。できるだけ身をたくさん食べたい。カンジャンケジャンの醍醐味といえばこの食べ方ですよね。甲羅に詰まった味噌とご飯、とびこに韓国海苔、たまらない。3号線に乗ってアックジョン駅に通してきました。お目当てはこちらのジェラート屋さんです。1カップに2つの種類のジェラートを選ぶことができました。私は全く韓国語ができないので、味の注文が端末でできたのは助かりました。ゴルゴンゾーラは濃厚な味わいで、ソルベはすごくさっぱりしていて、我ながらなかなかいいコンビネーションだったと思います。時刻は9時過ぎになりました。ホテルのあるトンデンモンの方にバスで戻りたいと思います。トンデンモンデザインプラザの横を通りがかったら、音と光のイベントを行っているようでした。少しだけ鑑賞していきます。トンデンモンのエリアはナイトショッピングが有名ですよね。営業時間も遅くまでやっているので、ホテルに戻る前にお目当てのスーパーマーケットに立ち寄りたいと思います。ドゥータモールにやってきました。地下2階から5階までファッション雑貨やオリーブヤング、あとは私のお目当てのスーパーもこちらに入っています。店頭で1万5000ウォン以上買い物すると、空港でタックスリファンドが受けられるレシートをもらいます。パスポートの提示が必要なので忘れずに持って行ってくださいね。商品のパッケージがシンプルでおしゃれで、どれも目移りしてしまいます。このヨーグルトすっごい食べたかったのに、ホテルの冷蔵庫に置いてきちゃいました。これはチュモッパを作る素ですね。とびこが入ってるってことで買いました。入り口付近に戻ってきて、やっぱりこのフルーツソースが気になっています。パッションフルーツに目がなくて、このソースは買って帰りました。これはたまたま目についたミントなんですが、完全にパケ買いで買っちゃいました。どんどんカゴに物が入っていっちゃいます。サービスカウンターでパスポートを見せると、こんな感じでタックスフリーのレシートをもらえるので、空港で忘れずにリファンドしましょう。いろいろお買い物ができて大満足でした。ホテルに帰りたいと思います。ノーブランドでの戦利品がこちらです。私の事前のリサーチ不足で地下のお部屋だったので、ちょっとこのまま連泊は難しいかなと思い、2日目の朝は新しいホテルへの移動からスタートです。
ホテルザ・デザイナーズ DDP というホテルを予約したのですが、見た目が似たホテルが近くにあってこっちが正解でした。無事に荷物を預けることができたので2日目の行程のスタートです。今日は今回の渡韓の大目的の美容デーです。1つ目の予定は黒を取るための手術です。3世紀の一つとなりコンデイックという駅が最寄りのクリニックに行きます。今お見せしているのがトマトとバジルの味のベーグルサンド、あとはバニララテです。15分20分ぐらい麻酔のクリームを置いて、施術は5分くらいで終わっちゃいました。値段は5つで44,000ウォンでした。ソンスには今回初めて行きました。さすが今ソウルで注目のおしゃれタウンというところで、アパレルのお店やポップアップなどとても見ているだけで楽しかったです。セドに戻ってきました。とても気に入ったグラフィックがあったのですが、サイズがオーバーサイズ仕様だったのでちょっと私には着こなせそうに泣く断念しました。ミョンドンでも立ち寄ったヘトラス、こちらも賑わってました。ソンス駅に到着です。お腹が空いてきたので次のスポットランチに向かいます。これまでの韓国旅行だとハンガンよりも北側にいることが多かったので、窓から見える景色がとても新鮮でした。やってきたのは海鮮丼のお店です。韓国に来て海鮮丼食べる方は多くないかもしれませんが、私は海鮮に目がないのでインスタで見かけてマークしていました。一番好きな食べ物がホタテなので、このホタテ丼かそれともエビも乗っているものととても迷いました。悩んだ結果、エビも乗っているこちらの海鮮丼にビジュアルがたまりません。お店の方に尋ねたところ、使っている海鮮は韓国産のようです。おそらくカンナムにやってきました。ソウル市内に何店舗かある無印良品。1階フロアの奥にカフェコーナーもあったので、ちょっとした休憩にもいいかもしれません。結構酸味が強いとの口コミがありましたが、このキムチ気になります。コムタンやわかめスープなど韓国らしいスープがフリーズドライでも商品展開されていました。韓国限定商品がずらっと並んでいて見やすかったです。こちらもノーブランド同様にタックスリファンド用のレシートをもらうことができます。スマホもモバイル充電器も充電が危なかったので、一度ホテルに戻ることにしました。お決まりのビオットを買ってホテルのお部屋にチェックインします。お部屋は9階でした。やっぱり窓があるっていいですね。頭上からのシャワーと手持ち用のシャワーもあったので、私は手持ち用のシャワーだけで十分足りました。分かりづらいんですが、ちゃんと段差があるのでトイレがベタベタになることもなかったです。充電も回復したので、もう一度ハンガンを渡ってお目当てのリップアート、眉毛アートに向かいます。
色付きリップを塗っていない素の唇がこんな感じ。ダークリップなのがすごく気になっていて、すっぴんでも血色のある唇を求めて今回リップアートを決意しました。直後なので少し腫れもありますが、こんな感じで唇に血色が。人生初のアートメイクに正直とても緊張していました。私の場合、眉毛は全く痛みを感じなかったです。リップアートの方はやっぱり少し痛くて、なんとか我慢できたというようなところでしたが、3ヶ月以内にまたリタッチに来るので頑張って乗り越えたいと思います。損保エリアに戻って冷麺を食べます。この端末で注文してクレジットカードでの決済までできるというところで少しびっくりしました。画面の一番左に映っているものは水ではなくて牛骨スープのタンクで、少し飲んだのですがとても美味しかったです。損水駅から歩いてすぐのメガネ屋さんに立ち寄ってみました。韓国ではメガネが安くで作れるお店もあるということで気になっていたんです。電車に乗ってトンデンムの方に戻ってきました。韓国ならではのどうしても食べたいものを食べに来ちゃいました。タッカンマリという鶏の水炊き料理です。本来タッカンマリは鶏1羽丸ごと煮込むのですが、私は一人なので半分のサイズですぐに用意してくれました。タッカンマリを食べるときに使う漬けだれを作っていきます。こんなにニンニク使わないだろうと思ってかなりちょびっとしか入れなかったんですけど、タレは絶対に多めに作った方がいいです。出来上がりはこんな感じ。このタレの量だとちょっと足りなかったです。学生時代に韓国に詳しい友達に連れてもらってタッカンマリを初めて食べた時の感動は今でも忘れられません。この鶏の出汁が染み出たスープも本当に美味しいので、ぜひぜひ食べていただきたいです。お腹いっぱいになりながらも完食しちゃいました。ごちそうさまでした。おはようございます。3日目の朝、今日はもう帰るだけなのでちょっと楽ちんな格好にしました。最後にこの旅で絶対に食べたかったソフトクリームを食べに行きました。ウーロンミルクティーが有名なゴンチャのソフトクリームです。濃厚でめちゃくちゃ美味しいんですが、溶けるのが早いので気をつけて食べてくださいね。帰りはソウル駅発のエレックスをクルックから予約しました。バウチャーのコードをエレックスの公式アプリに入れると割引価格を適用した形で座席予約ができるのでおすすめです。今回は少し余裕を持って3時間前に空港に到着したのですが、この後事件が起こります。往復エアジャパンで予約していたはずの私はなぜかイースタージェットのカウンターにいます。なんと帰りのエアジャパンが欠航になってしまいました。こんなことってあるのと思ってびっくりしたんですが、帰りの便のチケットはしっかり返金していただけましたし、代わりの便もなんとか取ることができたので結果はオーライです。予定していたフライトよりもさらに2時間遅れてしまったので、せっかくなのでインチョン空港を少し巡りたいと思います。地下のフロアにフードコートがあるのも初めて知りました。私は保安検査通過後のロボットキンパを楽しみにしていたので、今回はここでは食べませんでしたが、空港とはいえ意外とお値段が
手頃だったので、ここでご飯を食べるのも良さそうです。お腹も空いてきましたし、タックスリファンドもしたかったので早めに保安検査を通過しました。保安検査もタックスリファンドもスムーズにできました。私のリサーチ不足だとは思うのですが、楽しみにしていたロボットキンパを見つけることができませんでした。結局保安検査を通過した後のフードコートを利用することにしました。呼び出し番号がサイネージに出されるのでとても分かりやすかったです。ロボットキンパでラーメンを食べるつもりだったので辛いラーメンを注文したのですが、韓国料理にしておけばよかったかなというところでした。お水は比較的安く売っていたので、ここで手に入れることをお勧めします。26番ゲートの上のところに気になる場所を見つけたので行ってみます。ブックカフェと書いてあるところはスターバックスでした。アート作品が描かれている本の表紙の中にゴッホの大好きな絵もありました。南仏のアルルで見た景色を思い出します。思いがけない形でイースタージェットに登場することになりました。搭乗時間の開始前にお客様を入れるような動きもあって、予定通りに出発することができました。座席はエアジャパンの方が広かったです。2泊3日実質48時間のソウルの旅、いかがでしたでしょうか。思いがけないトラブルもいくつかありましたが、とても大満足の旅でした。またリップアートや眉毛アートのリタッチで韓国に行くので、その時の様子も Vlog にまとめたいと思っています。今回訪れた飲食店やクリニックの詳細は概要欄に記載しているノートにまとめています。渡韓に役立つ情報も合わせてアップしているので、ぜひご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。